プッシャーで複数のワークを同時に押し出す方法について説明します。本動画では複数のワークを同時に押し出すための Python スクリプトを設定します。本動画は複数のワークを同時に押し出すために必要な設定の続きから説明します。押し出すために必要な設定が完了しているファイル works に underline-after.vcmx が必要です。検出範囲内のワークをプッシャーで押し出すため Python スクリプトを追加します。プッシャーを選択します。動作設定グループの Behavior を展開し、その他から Python スクリプトを選択します。エディターが自動的に開くため、デフォルトで記述されているソースコードを1行目以外削除します。ボックスと干渉しているコンポーネントをコンテナに格納し、可動部と一緒に動作させます。Python スクリプトを含むコンポーネントの情報を取得するため、conp =getComponent と記述します。サーボ=conp .findBehavior と記述することで、コンポーネントのビヘイビアを参照できます。括弧内にサーボコントローラーと記述し、名前を指定します。シグナルを参照するため、push =conp .findBehavior push と記述します。同様にシグナル pull を参照します。コンテナを参照するため、cont =conp.findBehavior コンポーネントコンテナと記述します。干渉チェックリストに 3D ワールドに存在するすべてのコンポーネントを追加します。すべてのコンポーネントを参照するためには、シミュレーションオブジェクトを取得する必要があります。sim=getSimulation と記述します。搬送先のコンベアにワークを格納するため、コンベアのパスを参照する必要があります。現在記述している Python スクリプトを含むコンポーネント以外のコンポーネントを参照する場合、まず、Gemini のアプリケーションにアクセスします。Gemini のアプリケーションにアクセスするため、app=getApplication と記述します。次に、参照するコンポーネントを指定します。con=app.findComponent と記述することで、別のコンポーネントを参照できます。括弧内にコンベアと記述し、名前を指定します。最後に、コンポーネント内の参照するビヘイビアを指定します。パスを参照するため、パス=con.findBehaviorワンウェイパスと記述します。def 音欄と記述することで、シミュレーション開始時にプログラムを実行できます。while true と記述し、以下のプログラムをループさせます。トリガーコンディション、ラムダ、ゲットトリガー、プッシュ、or、ゲットトリガー、プルと記述することで、プッシュかプルのオン・オフが切り替わるまで以下のプログラムを実行せず待機できます。プッシュがオンの場合、プログラムを実行するため、if push.value true と記述します。干渉ディテクターを参照し、リスト B に 3D ワールドに存在するすべてのノードを追加します。dt=app.findLayoutItem 干渉ディテクター #1 と記述することで、
干渉ディテクターを参照できます。dt.NodeListB イコール sim.world カンマ vc アンダーラインノードリストアンダーラインインクルードカンマ vc アンダーラインノードリストアンダーラインツリーと記述し、リスト B に 3D ワールドに存在するすべてのノードを追加します。括弧内の1番目は、リストに追加するノードを定義します。sim.world は 3D ワールドです。括弧内の2番目では、干渉の有効化または無効化を定義します。vc アンダーラインノードリストアンダーラインインクルードは干渉の有効化を示しています。括弧内の3番目ではノードの意味を定義します。vc アンダーラインノードリストアンダーラインツリーはノードが個階層のノードを含むことを意味します。3D ワールドの個階層に存在するすべてのノードがリスト B に追加されます。干渉を検出した回数、コンテナにワークを格納します。干渉を検出した数を取得するため、カウントイコール dt.hitCount と記述します。カウントが0より大きい間、干渉を検出したワークをプッシャーに格納するため、while カウント大なり0と記述します。ワークイコール dt.getHitNodeB カッコドットコンポーネントと記述することで、リスト B から干渉を検出したものをピックアップできます。カッコ内にカウント-1と記述することで、リスト内での番地を指定できます。ワークをコンテナに格納するため、コントドットグラブワークと記述します。カウントイコールカウント-1と記述し、現在のリストの番地から1引きます。コンポーネントの格納後、プッシャーの可動部を移動させます。インデントを1つ下げるため、シフトキーとタブキーを同時に押します。可動部を移動させるため、サーボドットムーブジョイント0カンマ600と記述します。ムーブジョイントはサーボコントローラーで制御されたノードを移動させることができます。カッコ内の0はサーボコントローラーに定義されているノードリストの0番目を表します。600はノードが移動する目標位置です。プッシャーの可動部が移動した後、ワークをコンベアに流すため、干渉を検出した数を取得します。カウント2イコール dt.hitCount と記述します。カウント2が0より大きい間、干渉を検出したワークをコンベアに流すため、while カウント2大なり0と記述します。ワークイコール dt.getHitNodeB カッコカウント2-1ドットコンポーネントと記述し、リスト B から干渉を検出したものをピックアップします。パスドットグラブワークと記述し、ワークをコンベアのパスに格納します。カウント2イコールカウント2-1と記述し、現在のリストの番地から1引きます。プルがオンの場合、プログラムを実行するため、elif プルドットバリューイコールイコール true と記述します。プッシャーの可動部を初期位置に戻します。サーボドットムーブジョイント0カンマ0と記述します。
Python スクリプトエディター、左上のコンパイルをクリックします。先ほど Python スクリプトに記述したトリガーコンディションで、プッシュとプルをトリガーとして使用するため接続します。コンポーネントグラフウィンドウでプッシュを選択します。プロパティウィンドウで接続をクリックすることでプラスアイコンが表示されます。プラスアイコンをクリックし、表示される Add Connections Items ウィンドウで Python スクリプトを選択します。Add Connections Items ウィンドウを閉じます。同様に、プルと Python スクリプトを接続します。干渉ディテクターは、ジェミニを起動するたびに無効化されるため確認します。プログラムタブを開きます。干渉検出グループのディテクターを有効にするにチェックがついていることを確認します。干渉を検出したとき、シミュレーションを一時停止しないため、干渉の停止にチェックがついていないことを確認します。シミュレーションを実行します。プッシャーを選択します。接続グループのシグナルを選択することで、シグナルエディターを表示できます。プッシュの右側にある丸をクリックします。プッシュがオンになり、プッシャーが3つのワークを押し出すことがわかります。押し出されたワークはコンベアを流れ、端まで移動すると消失します。プッシュをオフにし、プルをオンにします。プッシャーが元の位置に戻ることがわかります。プッシュをオンにする前後で、干渉ディテクターのリスト B がどのように変化したかを確認します。シミュレーションをリセットします。干渉検出グループのディテクターを編集をクリックします。干渉ディテクターウィンドウで干渉ディテクター #1 を選択します。プロパティのリスト B を表示すると、ルートが追加されています。ルートは 3D ワールドのことです。Python スクリプトでリスト B に追加するとき、ノードの定義を個階層を含むものとしたため、リスト B には 3D ワールドに存在するすべてのノードが追加されています。プッシャーで複数のワークを同時に押し出す方法についての説明は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。